今から約1800年前、中国の大地は3つに分かれ、英雄たちが歯を競っていました。蜀漢、危急存亡の時、蜀漢の命運をかけた北伐が開始されました。そして、北伐は5回目となっていました。芝居は、五丈原の大地を見上げながら、静かに思い返します。先日は、この国で危うく命を落とすところであった。孔明は、井戸や川から水を得て、屯田で食料生産まで始めている。これまで蜀軍は兵糧不足で撤退してくれた。しかし、食料問題が解決したら、そうはいかなくなる。ここで、五丈原という場所を深掘りしてみましょう。多くの人は五丈原を、ただの陣地、だと思っているかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。地図を深掘りすると見えてくるのは、断崖絶壁の上に築かれた、前代未聞の天空の軍事都市、だったのです。五丈原を Google マップで見ると、南北は約 4km、徒歩1時間。東京と比べると、東京駅から上野駅とほぼ同じ距離です。東西は長さ約 1.5km、徒歩23分。東京駅から国会議事堂と同じくらいです。五丈原、めちゃくちゃでかいです。五丈原は、麓からの高さ、約120メートル。30階建ての超高層ビルと同じくらいの高さです。東京タワーの展望台、メインデッキ、150メートルより少し低い高さです。これは、軍事的には、絶望的な高さ。さらに、周りは断崖絶壁になっています。つまり、義軍から見れば、巨大な壁の上から蜀軍が、あなたを常に見下ろしている。そんな光景だったのです。五丈原は、ただの陣地ではありません。水と食料が確保できて、10万人の人間が生活できたら、そこはもう都市と言えるのではないでしょうか。諸葛亮は、五丈原をただの陣地ではなく、魏の領土内に浮かぶ、蜀の都市、にしようとしていたのかもしれません。五丈原の大地には、今も、諸葛泉、と呼ばれる井戸が残っています。この水こそが、蜀軍の命を支え、天空都市を機能させた生命線でした。五丈原からは、漢中平野を一望でき、長安まで一直線です。五丈原から長安までは、直線距離で約 120km。東京から静岡ほどの距離です。これは、近すぎず、遠すぎない、絶妙な距離です。諸葛亮はここに、都市を築き、長安を常に圧迫し続ける拠点にしようとしていたのでしょう。秋風が吹く五丈原。そこには、天才、諸葛亮が執念で築き上げた、天空の軍事都市、が、長安を睨み続けていました。しかし、史実では、諸葛亮の寿命が尽きて、蜀軍は撤退しました。もし、諸葛亮の寿命がもっと長かったら、そして、もしあなたが芝居だったら、この天空の軍事都市をどう攻めますか？